皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の12月の5日木曜日ですね。時間が今夜も大幅に遅れまして、日本時間の夜の10時44分ということで、予定よりも1時間45分遅れたということで、今まで、最高の遅れだと思いますね。自慢ではないですけど。ということで、今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように続きですね。超金融、資本主義をずっとシリーズで、やってまして、今日は第4回目ですね。ナンバー4ですね。超金融資本主義が実体経済と地球環境を全面破壊すれば、人類そのものが滅亡する危険性があると、こういうことですね。だから単に、超金融資本主義が実体経済を破壊するということで、貧富の差が極限に拡大するとか、あるいは生活が破綻するとか、金融恐慌で失業するとかと、あるいは戦争とかテロが頻発するということじゃなくて、それにとどまらずですね、人類そのものが滅亡しちゃうという危険性があるんだよということで、超金融資本主義をどんな手段においてもですね、解体するということが今最大緊急な課題だろうということなんですね。ということで今日のワイワイニュースライブは通算で2895回目ということです。現時点で、音声も映像も問題なく配信されてますね。ということで、砂月金さんから今日のメインテーマリツイートしてくれました。それから初耳さんですね。いつもありがとうございます。たくさんのコンティニューコインですね。1、2、3、4、5、6枚。7枚か。1、2、1、2、3、4、5、6、7枚ですね。配信ありがとうございました。から初耳さんが今日のメインテーマをリツイートしてくれました。そして今日の放送の前ですね、砂月金さんからのコメント、山本太郎から野党へ一言という貴族のような戦い方と、日米 FTA は盲腸で700万円と、山本太郎さん、日米 FTA 詳しく解説ということで、本当野党は一切反対もしないと。からマスコミは報道もしないということで、例の桜を見る会のスキャンダルで、完全に隠されちゃったということですよね。から砂月金さん、貧しいと人は死ぬんですねと。アメリカ合衆国の医療費を知ったイギリス人が息を飲むのをご覧あれということで、マスコミに載らない海外記事、12月5日ですね。から砂月金さん、安倍首相の傲慢と腐敗を正すには、安倍内閣支持率をヤフー調査並みに25%まで蹴落とす必要が急務と。新ベンチャー革命 25% どうじゃないですよ。実際はもうせいぜい 10% でしょうね、真実は。それから砂月さん、徹底抗戦で強沈と本沢二郎の日本の風景3514ということですね。それから砂月さん、帝国の反撃、アメリカが引き起こしたイラクやレバノンやイランの不穏状態はイスラム共和国に対するワシントンの復讐、これよく分かんないですね。マスコミに載らない海外記事と。から砂月にさ、桜を見る会の何が悪いのか最大の問題点をまとめてみたと。ケバブトルコさんのブログ記事ですかね。ということです。からツイッターも投稿ということで、ですね。
今日の最新のお知らせからですね、昨日はお休みだったんで、火曜日12月3日の夜のワイワイニュースライブメインテーマ、続き人類が生き延びる道は実体経済と地球環境を世界規模で日々破壊して自己増殖する金融経済支配を終わらせる市民革命しかないと。これナンバー3なんですね。これのYouTube 向けの表紙を作ってくれました。このように、これは右目ですね。誰の右目なんだろう。続き人類が生き延びる道は金融支配を終わらせると、市民革命しかないということですね。これおそらく1ドル札のあれ表のワシントンなんですかね。初代大統領の右目じゃないですかね。違うか。違うかも。ちょっと分かんないですね。ということです。それで現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが357名様、YouTube が390名様で、全部で747名ということですね。から今日の画像ですけど、中村哲さんが殺されたということで、これは衝撃ですね。追悼中村哲さんという、おそらくイスラム国に殺されたんでしょうね。タリバンじゃなくて。イスラム国はアフガニスタンとパキスタンの国境地域で勢力を拡大してるんですね。それに対して米軍とアフガニスタン政府とおそらくパキスタン政府が共同作戦で掃討作戦を最近行ったんですね。それの報復でしょうね、おそらくね。4人が中村さん、運転手、ボディーガードと同僚の人、全部で6人で、いわゆる現場ですね、灌漑の現場に朝8時、自動車で出発、1台ですかね、前と後ろ3名ずつで、そこを待ち伏せした4人が車を止めて、すぐさま銃撃したということで、記事によると4人はですね、生き残っている中村さんにとどめを刺したと、とどめの銃撃をしたということで、心臓近くに2発受けてるんですね。だから完全にもう完全に全員を殺すという組織的な犯行であるというふうに思いますよね。本当残念ですよね。こういういい人がどんどん死んだり殺されてる一方、安倍晋三みたいな極悪人、あるいは中曽根康弘みたいな権力犯罪者が畳の上でですね、101歳で、大往生すると。あるいは安倍晋三はその悪党どもと一緒にですね、まだ政権の座についてると。これほどのありとあらゆる、私利私欲の権力犯罪を繰り返しても、日本国民は彼を権力の座から放逐し、逮捕起訴し、監獄に送り込むことが未だできないということですね。ここが韓国国民あるいは市民との全くの相違でしょうね。本当無力ですね、我々はね。そしていい人がどんどん殺されると、石井幸喜さんはじめとして。
追悼中村哲さんです。ですから彼の、意思を引き継いで生きてる我々が精一杯やるしかないということでしょうね。それから2つ目の画像ですけど、これは田中隆作さんの今日の記事の中に出てくるいわゆる経産省が多角種除去設備等処理水の取り扱いに関する小委員会に提出した資料ということで、田中隆作さんの記事はですね、これだ、原発汚染水東電ケチって海洋投棄通産省の資料で明らかにと、こういう記事の中で出てくる画像なんですね。これ経産省がいわゆる難しい、わざと放射の汚染水ということを隠すためにですね、専門用語的なことを使ってるんですね。多角種除去設備等処理水ですって、放射能汚染水のことなんですよね。これの処理費用の見積書っていうのを出したんですけど、これですね。それで可能性として海洋放出が34億円と、から水蒸気放出349億円と、水素放出1000億円と、地下埋蔵2431億円という中で、一番安い34億円の海洋放出で放出したという、要するにケチって、これも完全に、環境汚染、人類に対する、最悪のあれですよね。権力犯罪ですよね、こいつらね。ということです。えっ、と高橋三平さん、配信ありがとうございます。今日は起きてましたということですね。それから K さん、放送ありがとうございますと。2008年に静岡出身の伊藤青年が殺されましたと。それから11年、今度は中村哲先生ご本人が犠牲になったと。テロが続き、悔しい気持ちでいっぱいです。本当悔しいですよね。こういう人を、私は日本の政治を立て直すために、アフガニスタンの灌漑事業はもう大成功で終わったんですね。ですから現地の人に引き継いで、ぜひ日本に帰ってきて山本太郎と一緒にですね、日本の政治を立て直してもらいたいというふうに思ってたんですけどね。バルサミコ、これはもう何の放送という、こういう人は来なくていいんだよね。三平さんコンティニューコイン2枚ですね。K さん、それから K さんコンティニューコイン、それから砂月さんがいつもの毎回アップしてくれてます。初めて、ご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一行一言コメント、集団嵐が故意があったため禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で共有拡散してくださいということですね。から翔さんですね、コンティニューコインですね。はい。で、今までのところをアップしますね。火曜日のメインテーマの表紙ですね。これ2つに分けますわ。
そして現時点での視聴者数が2つ合わせて、747名様と、昨日おとといの放送ですね。そして今日の画像、ツイート、中村哲さん、それから経産省が小委員会に提出した資料の中で、いわゆる放射能汚染水の処理方法の4つの中で一番安い、格段に安いんですね。この海洋放出を格段に安いからケチってやったという証拠なんですね、これ。サイダリアさん、お茶ですね。お茶が2杯ですね。はい。ということです。そして今日の注目情報ですけど、これは週刊ポスト今週の月曜日発売の週刊最新号12月3日号に載ってた桜を見る会安倍首相の謎のネット宣伝機関と関係もということで、いわゆるネトウヨを組織したんですね。でネトウヨを使って、ありとあらゆるいわゆる反自民の世論を叩き潰すということをやってるんですね。でそれの、内情はどうなってるのかということで、一つは安倍擁護のネット論調を主導するための組織、自民党ネットサポーターズクラブ JNSC だと。でこれは自民党が野党時代の2010年に設立したボランティア組織でネトサポと呼ばれると。でこの JNSC が宣伝工作の実動部隊とすれば、司令塔ともいえる組織は自民党のネット監視チーム T にトゥルースティームっていうのがあるんですね。これはもう24時間監視してるんですよ。だから私のこの配信もこれ監視チームに監視されてるんですね。それとは別にメンバーや所在地が不明な謎の宣伝機関もあると。これはテラスプレスというのが一つと、ネットサイトですね。それで自民党本部は今年の7月の参議院の演説用資料としてフェイク情報が蝕む日本とんでも野党とメディアの非常識という表題の小冊子を衆参の所属議員全員に25冊ずつ配布したと。内容はこのテラスプレスの記事からピックアップしたと。で立憲民主党の枝野代表を角丸派に近いと言われてますと批判し、安倍首相のことは日本の外交ばかりか世界のリーダーと賛美するという、この謎のネットサイトテラスプレスなんですね。それでこのサイト、謎のサイトに関して、このサイトを取材したことがあるネットの政治情報に詳しいジャーナリスト梶田洋介氏が語ると、サイトの管理者として登録されていたのがウェブ制作会社の経営する T 氏と、兄は神奈川県の自民党県議で自民党との接点があると。担当者は T 氏が県議の弟であることを認めたが、政治
知信については内部情報などで答えられないとして、政治知信っていう別のあれかサイトなんだ。これを主催しているのがウェブ制作会社を経営する T 氏と。で、興味深いのはその T 氏が Facebook にこう書き込んでいると。安倍総理の桜を見る会にご招待いただきましたと。ご案内いただいた関係者の方々には心より感謝ですと。ご丁寧に招待状の画像もアップされていると。桜を見る会がネットで活動する謎の宣伝機関と結びついていることが伺えるということですね。ということで、この URL は今アップしますね。週刊ポスト。たまにはいい記事書くんですけどね、週刊ポスト。たまにですけどね。砂月さん、世界の ATM の間違いでしょと。雪丸馬さん、ついくん特別と。ですね、サイダリアさん、こちらですね。そして今日の推奨本ですね。このジム・ロジャーズさんの日本への警告ということで、今日は50回ですね。第5章、これからの時代に勝つ投資ということで、よく知らないものに分散投資してはいけないということで、2ページのところを読みますね。よく知らないものに分散投資してはいけないと。繰り返すが、投資家として成功を収める唯一の方法は、自分自身がよく知っているものに投資することだと。人間誰しも熟知している分野なり事柄があるだろうと。スポーツ、ファッション、車、何でもいいと。それこそが投資すべき分野なのと。前の章で情熱の大切さに触れたが、これは投資にも当然当てはまると。もしファッションが好きなのであれば、毎日のようにファッションに関する情報を仕入れて、今ファッション業界で起きていることをもう他の人より知っているだろう。これらの情報を武器に投資の機会を探るのだと。株式であれば債券であれ、あなたがどんな知識を持っているかによって投資すべき商品は変わると。株式が何たるかを知らずに株式を持つべきではないし、債券の仕組みを理解せずに債券に投資してはならないと。もし不動産が大好きでいつも見て回っているような人であれば、全資産を不動産に投入しようと。そうした人が分散投資するとリスクが低いという言葉を信じて、詳しくない株式にも投資するのは間違いだと。ちなみに投資は分散すべきという言葉が投資の常識として語られるが、分散したら大金を手にすることはできないと。1970年に一次産品に投資し、1980年にそれを売って日本株を買うと。そして1990年に日本株からテクノロジー関連株に買い替えて、2000年に売ったのなら、あなたは今頃大富豪だと。これとは逆に、もしもあらゆる株式や商品に分散投資をしていたら全く儲からなかっただろうと。よくわからないことをわからないままにしていては成功からは程遠いと。よくわからないものに投資すべきではないし、リサーチや考えることが面倒だと思うのであれば、最初から投資などしない方がいいと。偉大な将軍であるナポレオン・ボナパルトに若い軍人がこんな質問をしたという。閣下のような司令官になるためには何をすべきでしょうかと。それにナポレオンは常に腸と膀胱を空にしていくようにと答えたという。若い軍人はショックを受けたようだが、これは真理だと。戦場にいたらトイレに行くことはできないと。腸と膀胱を空にしておけば、周りの軍人よりも優位に立つことができると。これは投資家にも言えることだと。投資家として勝つには何より準備が大切だと。常に自分が得意とする分野のリサーチをしておこう。そうすればしかるべきタイミングで
投資を行い大儲けすることができるということですね。これはまあ真実でしょうね。投資の分野だけに限らず一つの真理でしょうね。自分の好きなこと、情熱を持てること、そして、研究すること、勉強すること、しようとすることで、知らないことに関してはリスクを投資はしないと、まあ彼の原則でしょうね。今日読んだところですね。よく知らないものに分散投資してはならないという。そしてなんか急に冷え込んだんで咳が出ますね。そして今日のメインテーマですね、続きですね。この間ずっと今日は4回目ですけど、超金融資本主義が実体経済と地球環境を全面破壊したらどうなるのかというのが今日のメインテーマです。超金融資本主義が実体経済と地球環境を全面破壊すれば人類そのものが滅亡する危険性があるとナンバー4なんですね。で我々がこのまま超金融資本主義の自己増殖を許せば今後2、30年で人類が滅亡する危険性は高いんだと。こういう何百年後の問題じゃなくて2、30年後じゃないかということなんですね。で人類滅亡には2つの可能性が考えられると。で1つ目の可能性は第三次世界大戦イコール核戦争による人類滅亡の危険性だと。で世界支配階級にとって近い将来必ず起こる超金融資本主義による実体経済の全面破壊が引き起こす世界金融恐慌の大混乱を解決する最終手段は彼らにとっては世界大戦勃発による矛盾の解決なんですね。でこれは1929年10月に起こったニューヨークの株の大暴落による世界恐慌を最終的に解決したのが第二次世界大戦だったということなんですね。それと同じなんですよね。最終的に彼らにとっては戦争なんですよ。解決手段は世界規模の戦争なんですね。でしかし第三次世界大戦が第二次世界大戦と異なる点は何かというと、米国、中国、ロシア、英国、フランスの5大核大国とイスラエル、インド、パキスタンを加えた計8カ国の所有する数千発の核爆弾がですね、世界規模で使用される全面戦争となり、人類滅亡が必至になる点が違うんだと。第二次世界大戦、第三次世界大戦の違いですね。で2つ目の可能性、人類滅亡の可能性、これは超金融資本主義が推進する化石燃料の大量消費による地球温暖化で気候大変動が起こると、すでに起こったんですね。で、熱波襲来、水不足、食料不足による人類滅亡の危険性だと。で、これ、先週ですか取り上げましたけど、オーストラリアメルボルンの独立系シンクタンクブレイクスルーは2019年5月に今後30年の気候変動にまつわるリスクを分析する報告書を発表して次のように警告したと。2050年には30年後ですよね。世界人口の 55% が年20日程度生命に危険が及ぶほどの熱波に襲われ、20億人以上が水不足に苦しめられると。食料生産量は大幅に減り、10億人以上が他の地域へ移住を余儀なくされると。最悪の場合、人類文明が終焉に向かうかもしれないと。こういうふうに警告したんですね。それじゃあそれでは超金融資本主義を終わらせ、
人類が生き延びると、そして平和で豊かで自由な社会である共生共有人間資本主義と、我々が目指す次の段階ですね。資本主義なんですけど、共有共生、人間中心資本主義との段階に大転換するには何をすべきなのかということなんですね。でそれは世界各国で市民革命勢力が市民革命政権を樹立すると、そして世界支配階級ロシアの国際金融マフィアと各国支配階級が独占する信用創造特権を剥奪すると、そして金融経済に重課税すると、そして金融経済を縮小させ実体経済を復活させることと、そして同時に主権在民直接民主主義人間の尊厳尊重の全く新しい政権を作ることと、これしかないんですよというのが今日のメインテーマですね。これがナンバー4の終わりです。これずっと続くんですけど、ナンバー4です。このままいくとやばいよと、人類そのものが滅亡する危険性が高いんだよと、しかも今後2、30年だということなんだね。ということで今日のメインテーマのポイントをアップしますね。超金融資本主義が実体経済を破壊するということが単に我々の生活が破壊されると、あるいは貧富の格差が極限まで拡大すると、あるいは戦争やテロで難民が大量に発生するというレベルではなくて、人類そのものの滅亡、一つは核戦争と、二つ目が地球温暖化による気候大変動による熱射とか水不足とか食料不足によって人類自体が滅亡する危険性があるよということなんですね。で我々がこのまま超金融資本主義の自己増殖を許せばと、今後2、30年で人類が滅亡する危険性が高いんだと。人類滅亡には2つの可能性があるということですね。で1つ目の可能性は第三次世界大戦核戦争による人類滅亡の危険性ということですね。それは何かというと、世界支配階級にとって近い将来必ず起こる超金融資本主義による実体経済の全面破壊が引き起こす世界金融恐慌の大混乱を解決する最終手段は世界大戦の勃発による矛盾の解決ということなんでね。でそれは1929年10月に起こったニューヨーク株大暴落による世界恐慌を最終的に解決したのが第二次世界大戦だったことと同じなんだと。最終的には世界戦争の勃発によって解決しちゃうというのが彼らの手段なんですね。しかし第三次世界大戦と第二次世界大戦と異なる点は、米国、中国、ロシア、英国、フランスの5大核大国プラスイスラエル、インド、パキスタンを加えた8カ国の所有する数千発の核爆弾が世界規模で使用されるという全面核戦争なんですね。が世界規模で使用される全面核戦争となり、人類滅亡が必至になる点
これが全然違うんだって言うんですね、第三次世界大戦と。で2つ目の可能性は、超金融資本主義が推進する化石燃料の大量消費による地球温暖化で、気候大変動が起こり、熱波襲来、水不足、食料不足によって人類が滅亡する危険性、が高いと。でオーストラリアのゴー・メルボルンの独立系シンクタンクブレイクスルーは1919年5月に今後30年の気候変動にまつわるリスクを分析する報告書を発表して、次のように警告したと。でどういうことを言ったかと、2050年には世界人口の 55% が毎年20日程度生命に危険が及ぶほどの熱波に襲われ、これはインド等々で、44度の高温熱射日があったっていうのね。これヨーロッパでもありましたよね、40度以上から20億人以上が水不足に苦しめられると。で食料生産量は大幅に減り、10億人以上が他の地域への移住を余儀なくされると。最悪の場合、人類文明が終焉に向かうかもしれないということなんですね。マイナス6か。マイナス2、マイナス1、最悪の場合、はい、ということですね。それでは超金融資本主義を終わらせ、人類が生き延び平和で豊かで自由な社会である共生共有人間資本主義の段階に大転換するには、我々は何をすべきなのかということなんですね。でそれは世界各国で市民革命勢力が市民革命政権を樹立して世界支配階級、ロシアの国際金融マフィアと各国支配階級が独占する信用創造特権を剥奪すると。これは5つあるんですね。これ中央銀行による貨幣発行権から政府による国債発行権から民間銀行による他人のお金の 1% を中央銀行に預託すると100倍の信用創造が生まれるという準備預金制度から、4つ目が金利ですよね。金が金を生む、金持ちと金融機関が永遠に超え太る信用創造である金利。それと5つ目が日本独特の特別会計という200兆円規模の毎年、自民党政権と官僚、国家官僚、財務官僚等々の国家官僚と、それから財界、銀行、大企業等々が財布代わりに使い、国民が知らないところで、毎年使われると。この特別会計を一般会計に統合して
そのうちのおそらく50兆円ぐらいは節約できるでしょうね。この5つの特権を剥奪すると。そして金融経済に自由課税すると 5%。だから日本の場合は金融経済の規模が実体経済の18倍ぐらいと、実際20倍ぐらいあるんですよね。一京円なんですね。1万兆円。それの 5% というと500兆円の新たな税収が生まれるということですね。そして、実体経済金融経済を縮小させると。そして、実体経済を復活させると。そして同時に主権在民直接民主主義人間の尊厳尊重の全く新しい政権を作ると。これしかないんだよというのが私の主張なんですね。ということです。今日のメインテーマはそういうことです。時間が41分50秒ですね。視聴されている方が同時期で37名様、全体で84名様、コメントが28件ですね。そして今日のトピックスですね。最初、中村哲医師、左胸の銃弾が致命傷と、タリバンは犯行否定と。タリバンじゃないですよ、これ。イスラム国ですよ。これは朝日新聞デジタルですね。だから4人の襲撃犯は全部で6人殺したんですけど、まだ中村哲さんは生きてたんですね。そしてこいつは生きてるということでとどめを刺したということで、それが左胸2発なんですね。最初の1発はおそらく右胸だったんですけど、それで、生きてる中村哲さんにとどめの銃弾を放ったということで、亡くなっちゃったということなんですね。まさに、この残虐非道な冷血なことを行えるっていうのはイスラム国ですよ。何千人もの捕虜を虐待し、そして首を切るということまでするイスラム教ですよね。狂信的な宗教、テロリストたちが中村哲さんを殺したということでしょうね。これは朝日新聞ですね。マイナスということです。で2つ目が諏訪解散かと、二階幹事長の広報指令に会期末の永田町激震ということで、日刊現代ですね。安倍やるでしょ。来年の1月6日か7日の1月の8日か月曜日、じゃないや、1月は6日か月曜日の通常国会冒頭に解散するでしょうね。民意に聞くということをでっち上げて、それの準備として二階がなんか急遽自由民主という
党の広報誌を1人5万部印刷するという命令を出したみたいですね。1億円。で何回も言ってますけど、日本の内閣総理大臣には衆議院の解散権はもともとないんですよね。憲法第41条の国会は国権の最高機関であり、唯一の国の立法機関であるという全般ですね。3つの国権、国会、立法、行政、の内閣、そして司法の最高裁と、この3つの国権が横並び、三権分立だというふうに我々は教わってきたんですけど、とんでもない嘘なんですね。日本国憲法上は一番上にある憲法第41条の規定で、一番上にあるのが国会なんですよ。そしてその下に憲法第6条の第2項で、天皇の名において内閣総理大臣が最高裁の長官を指名するということなんで、2番目に内閣が来て3番目に最高裁が来るという縦系列なんですね。ということは、国会最高位にある国会の下にある下位にある内閣の長である内閣総理大臣が国の国権の最高機関である上位にある国会を勝手に自分たちの都合で解散できるはずないんですね。から2つ目の理由として、この7条解散ということが言われるんですけど、憲法第7条の天皇の国事行為という10の項目の中で、第2項目と第3項目だけが国事行為の文言じゃなくて国政行為の文言に、天皇の国政行為の文言に差し替えられているという、これはもう GHQ 日本国憲法を作って、制定した GHQ が、自分たちの傀儡政権が常に、衆議院で、過半数の議席を持って議院内閣制による自民党傀儡政権が常に日本の政治を支配できるような仕組みを非常に巧妙にさせるために、国事行為の名のもとに国政行為である第2項国会の召集、天皇の名において内閣総理大臣は内閣総理大臣の助言と承認によって、天皇は国会を召集すると。国会を召集するっていうのは天皇の国事行為じゃなくて国政行為そのものですよね。大日本帝国憲法と全く同じですよね。から第3項、天皇は内閣の助言と承認により、衆議院を解散すると。これも本来だったら衆議院の解散を公布するという文言にすべきなんですけど、解散するという国政行為の文言にすり替えちゃったと。これはもう明らかに GHQ の非常に巧妙な謀略なんですよね。でそのために戦後70年以上にわたって2度の例外以外は自民党が公明党、ここ20年以上公明党との連立で日本の政治を独裁的に独占してきたと。その理由っていうのは、この憲法第7条の第3項、天皇の国事行為の名のもとに衆議院を解散するということを公然とできるような仕組みになっているということなんですね。だから衆議院を内閣総理大臣が勝手に自分たちが有利な時を選んで解散すれば、どんなバカな政権でも総選挙で勝つのは当たり前ですよね。野党に金がないとか、野党が分裂してるとか、野党に対する破壊工作が成功したということを狙って
だから安倍が2回7年間の政権の中で2回も衆議院解散をしてるんですね。それはもう野党が弱体化する、あるいは野党を分裂させる工作をした後、衆議院を解散して、総選挙を行って勝利しているということなんで、全くのインチキなんですね。で、3つ目の理由っていうのは、日本には議会という名のもとの議会が1690あるんですよ。村議会から町議会から県議会から区議会から市議会から、そして国会は衆議院と参議があって、全部で1690あるんですけど、衆議院以外は全て任期4年、あるいは参議院が3年かな、半数3年で、任期が終了した段階で、選挙が行われているんですね。そして、内閣総理大臣以外のいわゆる行政のトップ、村長とか町長とか市長とか知事とか都知事とか等々は、そして、そうですね、国会議員は直接選ぶんですよね。でもなぜか内閣総理大臣だけは直接選ばないんですよ。衆議院の過半数の議席を持っている政党の代表者が自動的に内閣総理大臣になるという議員内閣制を取ってますので、1600以上の行政のトップ、1690年か、いわゆる行政のトップは内閣総理大臣以外は全部直接選挙で選ばれるんですね。なぜか内閣総理大臣だけが直接選挙じゃなくて、間接選挙、内閣、議員内閣制によって衆議院の過半数の議席を持った政党の代表者が内閣総理大臣になると。そして最初に言いましたように1689の議会は任期が終わった段階で自動的に、議員の選挙が行われるんですけど、衆議院だけがなぜか内閣総理大臣が解散権を持っているということで、自分たちに有利な時を選んで解散するという、この3つの理由によって、内閣総理大臣、日本の内閣総理大臣は衆議院を解散する権利なんかないんだと、こういうことなんですね。それから今日の3つ目は何だっけ。猛威を振るう異常気象と現実とリンク、気象データのテーマの SF が人気と、これ今日のテーマと関わってきますけど、 AFP 日本語版の今日付12月5日付ですね、猛威を振るう異常気象が現実とリンクして気象テーマの SF が人気を得ているということですね。クライメートフィクションというクリフィっていう言葉で言われているらしいですね。クリフィ、異常気象をテーマにしたノンフィクション、フィクションか、サイエンスフィクションだが人気を得ているということで、やはり人々が異常気象を非常に気にし始めたということでしょうね。で、気候変動による巨大大暴風雨、洪水、森林火災、干ばつなどが増えるにつれ、
気候フィクション、クリフィと呼ばれるジャンルが運命論を信じる人の間で人気を集めているということなんですね。クリフィって言うんですよ。だから実際に台風19号がものすごい猛威を振るって、特に千葉県なんかがいまだあれですよね、避難生活してる人がまだいるんじゃないですか。あるいはアマゾンの森林火災とか、あるいはどこでベネチアが洪水で浸水しちゃったと。ベニスがですね、これ全部気候の大変動による災害ですよね。から次、これ田中隆作さんの原発汚染水東電ケチって海洋放棄と投棄と経産省の資料で明らかにという今日の画像で、取り上げましたけど、だからこんな危険なですね、原子力発電所の事業を民間銀行に民間の電力会社に任せてるっていうこと自体が間違ってるんですよ。こんなのは国営にして、廃棄にすべきと、廃止すべきということでしょうね。から5番目、トランプ氏は弾劾に値する罪を犯したとアメリカの憲法学者3人が証言したと下院司法委員会と、これ AFP ですね。どんどんトランプは追い詰められていますね。 NATO のあれでもなんか完全に仲間外れにされているということで、トルドーカナダ首相とマクロンとそれからジョンソンかイギリスの首相がなんか会議の終わった後、集まって話してる内容が暴露されちゃったんですね。録画と録音で。その中で、トランプをバカにしたような嘲笑したようなことが暴露されちゃったということですね。その会話の中身っていうのは、なんか40分ぐらいフランスのマカロン大統領が遅刻したと。でなんで遅刻したのかとトルドーが聞いたんですね。そして、マクロンがトランプ大統領と共同記者会見したんで遅れちゃったんだよって言ったら、それじゃあなんでトランプは共同記者会見、を NATO 首相との共同記者会見を拒否したんですね。でそのことを話題にしてたっていうのが暴露されたということで、完全にトランプが NATO 首相から相手にされないような状況っていうのが暴露されちゃったんですね。でなぜ嫌われてるかといえば、要するに首脳会談してもメルケル首相との会談の中でもなんかメルケル首相との会談そっちのけで自分の言いたいことを記者団に直接話しちゃうということを繰り返してるんですね。自己中なんですね。だから嫌われるんですよね。からこれはいいですね。首相にヤジで逮捕された男性警察官を刑事告訴と、黙っていれば言論萎縮進むということで毎日新聞、これは非常にいいですよ。泣き寝入りしないと。それから特に国売じゃないですよね。警察官の職権乱用罪で刑事告訴したということなんです。国売だと結局金の問題で、たとえ国側が負けても
個人責任は全然追及されず、国が賠償金払うと。その賠償金の原資っていうのが税金ですからね。痛くも痒くもないというシステムなんですけど、この人は自分を排除した、ヤジを飛ばして、自分を排除した北海道道警かの警察官を特定して、そして刑事告訴する、職権乱用だということで、非常に画期的ですよね。大したものですよ。で、今日の重要情報、横田一さん、徴用工問題で日本の元外務官僚が韓国に 100% の利、日本に 100% の非、日韓対立は安倍政権に全責任と断言する理由ということで、これはなかなかいい記事ですね。元外務省の官僚っていうのは浅田さんっていう人かな。ちょっと待ってください。これが URL ですね。あれ、リテラです。それで、浅井人文という人かな。元外務官僚と。で、外務省の国際協定課長、アジア局中国課長、イギリス国際戦略研究所研究員などを歴任した浅井人文さんと、この方がですね、日韓関係を破壊する安倍政権と名打った9月10日の緊急講演会、主催は慶応大学の被害者と連帯する会、東京村山談話を継承し発展する会で、いまだにテレビや大新聞がほとんど報じない国際人権規約、日本は1979年に推進の存在を紹介したと。安倍首相の詐欺的手口をこう暴露したと。韓国を国際法違反状態とみなす安倍政権の最大の論拠は、過去の個人の請求権、過去の朝鮮の人たちの日本に対する請求権は1965年の日韓請求権交渉で全て解決済みというところにあると。その主張が正しいのかどうかをまずはっきり踏まえないといけないと。で、私も外務省で25年間飯を食ったこともあり、アジア局や条約局勤務が合計で7年間あったので、過去の請求権問題は65年の請求権協定で全て解決済みとしてきた日本の政府の主張は理解していると。しかし国際人権法が確立することによって、崩れたことを申し上げたいと。もっと具体的に国際人権規約B がありますと。ここに署名したのが1978年なのだが、私は1978年に条約局の国際、協定課長という立場で国際人権規約の国会承認を事務方の先頭に立っていたものだから、非常に、愛着もあると。今回の日韓問題を議論する時に誰もこの国際人権規約のことを言わないと。これは私が非常におかしいと思うと。国際人権規約は条約であり、憲法上も条約は国内法に優先するというのになっていると。その詐欺的手口を見破る鍵は、安倍首相が
肛門の印鑑のように突きつける65年の日韓請求協定締結から14年後の79年、国際人権協約が国会承認・批准された歴史的事実に注目することと、安倍氏は78年以前なら適用したカビの生えた主張を国際人権規約批准で崩れ去ったことにもかかわらず、正論であるかのように訴えて逃げているという。このことを浅井氏はレジュメを使って説明していったと。でまず国際人権 B 規約の第2条3項には、この規約において認められる権利または自由を侵害された者が公的、資格で行動する者によりその侵害が行われた場合には効果的な救済処置を受けることを確保することを義務付けることを指摘していると。この規約において認められる権利はまたは自由は侵害された者の権利や自由こそ徴用工や、従軍慰安婦に該当すると指摘したということなんですね。でこれは本当全く新しいあれですよね。1979年に日本が批准した国際人権規約、これによって個人の自由なり権利が侵害されたとものの救済を認めてるんですね。というなかなかいいあれですよね、講演内容ですよね。砂月さん、普通から相手にされないトランプからもバカにされるどっかの首相ということですね。星の王子様、コンティニューコインが2枚ですね。ということです。今日のメインテーマ、今日の放送は以上ですね。時間が1時間7分32秒と、視聴されている方は同時に33名様、全体で121名様、コメント37件ということですね。時間が今日本時間で、23時51分。うわ、そうか、今日開始が非常に遅れちゃったんですね。1時間半以上、40分以上遅れましたんで、もう真夜中になりましたね。申し訳ないですね。ということで今日の放送はこれで終わりです。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただいてありがとうございました。ということで、明日金曜日ですね、今日よりも早く9時から9時半の間に、放送開始したいと思いますね。またよろしければ合流してくださいということで、お疲れ様でした。今日の放送これで終わります。終わりです。お疲れ様でした。K さんお疲れ様でしたですね。はい、終わります。